。さすらいサーフ TV のカノンです。いつも動画見てくれてありがとうございます。今はですね、インドネシアのスンバワという島に来てます。ちょっと前から動画出てると思うんですけど、ちょっと続きになってると思うんですけど、スンバワずっと来たかったところなんだけど、初めて来まして、もうね、波を過ぎても本当にベリベリグッドって感じでやばいんですけど、はい、今日は、デイ3だか2だかちょっと分かんないんだけど、最初インドネシアのバリに行ってて、でバリで5日間私がウエステサーフコミュニティのサスラインのバリトリップでバリに行って、その後、スンバワに来た感じ。詳しくはちょっと前回動画見てほしいんですけど、国内線でだいたい1時間ちょっとぐらいで着きまして、そこから車で2時間来て、このレイキーピークっていうところで入ってっていう着いてっていう感じです。はい。すごい行ってみたかったんだけど、どうやって行くのかも分からなくて、でもギークアウトっていう、日本の旅行代理店の方にちょっとつなげてもらって、そのギークアウト経由で今回来たんですよ。でギークアウトはコアなサーフポイントに行ける旅行代理店っていう感じなんですけど、ずっと来たかったレイキーピークに来れてですね、いい波も乗れまして、本当最高な幕開けなんですけど、今日はちょっと夕方で、今から晩ご飯を食べようと思って、そうあそこがレイキーピークで、サーフィンしてたところ、そこの目の前の波レストランっていうところ、ちょっと今からご飯食べてこようと思います。結構ね、こういう感じで綺麗なねレストランあるんですよ。スケボーボーイ。ここはね、波レストラン、すごくおしゃれで、昨日コーヒー飲みに来たんですけど、今日は晩飯だぜ。とりあえずビールは頼んだんですけど、なんかもうずっとローカルフード食べてたからさ、ちょっとパスタでも食べちゃおうかしらと思って、昼もパスタ食ったんだけどちょっと高いですね、やっぱり。だいたいローカルフードは300円ぐらい。でもこういうおしゃれなレストランだと800円とか700円とかいう感じですかね。イエーイ。ちょっと甘くない？でも美味しい。スンバワはバリがあったらどこにあるのかな。隣の島ぐらい。とりあえず飛行機で1時間ちょっとぐらいで着くので、このレイキーピークっていうのが有名なんですけど、ポイントは他に結構有名なとこはあと5個ぐらいかなあって、明日はちょっと違うとこ行ってみようかなっていう話をしてるんですけど、そのギークアウト経由で今回来てるので、サーフガイドもつけてもらってて、いやサーフガイドがいるから乗れるっていうのもあるし、いいところにも連れてってくれるし、なんかもうでかすぎると本当チューブが巻くさ、本当グワーって感じの波みたいなんですけど、程よく球のセッター頭ぐらいで昨日今日はすごい楽しめました。でなんかレイキーピークはね、いろんな人が「いやめっちゃ良かった」とか「人生で一番良かった」って聞いてて、いやいつか行ってみたいなってマジで思ってたんですよ。こんな早く来れると思わなかったけど、だから来たいと思ってもマジでどうやって行くのかとか、飛行機自分で取ったりとかするのも結構大変だから、いや難しいなと思ってたんですけど、そのギークアウトがレイキーピーク行けるよっていうことで、せっかくバリに行くからそれの後に延泊でレイキーピーク行きたいなと思って今回行けたんですよ。私バリでちょっと熱出しちゃって2日間ぐらい死んでたんですけど、ようやく今日から完全復活して、なんだかんださ5日間ぐらい、熱引きずってたんですよね。私めっちゃ元気になったよね。周りの皆さんにはマジご迷惑かけたんですけど、元気になりまして、ビールもだからビール5日ぶりなんです私。とりあえずちょっと話がまとまってないんですけど、最高っていうことです。とりあえず晩ご飯頼んで食べたいと思います。イエイ。わーめっちゃ綺麗。このレストランマジで最高だわ。なんかすごいキッズがさタコ飛ばしてんだよね。なんか今の時期は結構夕方ってか午後風が強くなっちゃって、カイトサーフィンが有名なんだって。でも朝一は本当風なくてメンツルで超クリーンのいい波です。明日もちょっと早起きして朝行こうかなと思って来ました。ボロネーゼ。
。今は5時50分ぐらいかな。6時にガイドと待ち合わせしてるんですけど、なんか今日はちょっとサイズアップする予報と言ってて、今回はレイキーピークヘブンっていうところに泊まってるんですけど、なんかディズニーランドみたいですごい可愛いの。ウッド調でプールもついてて、すごい緑がたくさんで気持ちいいんですけど、であそこが昨日とか一昨日入ってた塔があるの分かります？ここに。そこの前がレイキーピーク一番のポイントで、その隣にレイキーパイプがあって、レイキーピークの奥にヌンガスで、さらに向こうになんだっけ、ペレスコープだっけな。今日はそこに行くかもみたいな感じだったんですけど、ここから一応ちょっと波チェックできるんだけど、昨日よりはでかくなった。でも近づいてみないとね、実際のサイズはよく分かりませんね。とりあえずこっちに来てからは123日目、4日前の夜に着いて3日目の朝って感じなんですけど、昨日も言ったかもしれないけど、センバーに来る前にバリにいて、バリではね毎日にラウンドしたり結構タイトスケジュールだったんですよ。私も体調崩しちゃって結構ヘロヘロの中解熱剤飲んでギリギリサーフィンしたりとか最後の方してて、結構体力的にねもうすごいゾーンって下がってたんですけど、ここに来てからは朝がっつりサーフィンして、午後はホテルだったり近くでゆっくりしてっていう感じで過ごしてるから、すごい体力も回復したし、素敵なサーフィンライフ、サーフトリップライフを送ってます。今日は、ちょっとまだガイドと相談してたけど、もしかしたらレギュラーのポイントに行くかもしれないから、もうインドネシアって特に寒気はレフトがすごく多いんですね。ほぼレフトで、バリでもずっとレフト乗ってたし、こっちに来てからもずっとレイキーピークでレフトしか乗ってないから、久しぶりのバックサイドっていう感じで、はい、ちょっとそれも楽しみだけど、サイズが上がって掘れてるバックサイドは私苦手なので、はい、ちょっとドキドキワクワクとりあえずちょっと海行ってきたいと思います。昨日よりねやっぱサイズアップしてた。セットはね結構でかいの入ってきてました。ちょっとビビり散らかしてるんですけど、でも頑張る。せっかくなのでしっかりねちゃんとパドルして1本でもいいの乗りたいなと思って、はい、ドキドキワクワク。わあ日が出てきた。いやでもこんな経験できることないからさ、本当にねスンバはめっちゃいいの。なんかもう見ての通りマジで自然だし、動物とかしかいないし、海も綺麗だしめっちゃいいの。でもなんかホテルとかの環境はあそこのレイキーピークヘブンはすごいいいし、でご飯もすごい美味しいし、でレストラン昨日とか一昨日も行ったけどどこも美味しくて、で波も良くてもう毎日いいんだって。今の時期はでも風が強くなりやすくてカイトサーフィンの方が有名なんだって。朝だけ午前中しか風が弱くないから、もうそれでも全然十分なぐらいめっちゃ最高です。ほんとスンバはもう来れただけで嬉しいのにさ、こんないい波乗れるなんて思わなかった、初っ端から。そんなわけでちょっと今日も1ラウンド行ってきたいと思います。
時に前横切った外人が「Hey, come on, チームチーム!」とか言われたんだけどさ、全力でアッパスした。朝ごはんタイムです。レイキーピークヘブンでこうやって波情報をね、いつも書いてくれてるの。もう一回？アフタヌーン、メイビー。帰ってきまして、宿でちょっと遅めの朝ごはんでございます。私はオムレツとトースト。なんかね、最初は乗れたけど後からもう全然抜けれなくなっちゃって、あれだった、難かった。でもなんかね、すごいね、セットとかごついのふわーってきて、ちょっと最初ビビり散らかしたんですけど、なんか本当にさ、ムービーで見る波だった。 WSL のさ、試合とかでさ見る波だった。マジ上手い人だから本当ね、スンバはマジ上手い人しかいないんですよ。超レベル高くて、だから逆になんか秩序があるというか雰囲気がいいし、なんかちょっと前乗りしちゃっても「あーごめんね」って言うと「全然いいよ」みたいな感じでさ、みんなマジ優しいし、マジね、波が多分良すぎて、みんないい波乗って余裕があるんだと思う。また午後風吹いてきちゃうっぽいから、ご飯食べたらすぐもう一ラウンド行こうかっていう話になりまして、さっと食べてサーフィンしてっていう感じで今日は過ごしたいと思います。おー、私はね、ヘトヘトで背中がもう死んでおります。乗るのもさ、結構ね、おととい昨日もさ、フルサドルで乗んないとさ、乗れないからさ、めっちゃフルサドルしてさ、背中がやべえ。休養が足りませんな。でも楽しかったね。いや、いやー、飯食ってビール飲むぜ。やっお疲れ様でござんした。もうさ、疲れすぎちゃって私本当にもう記憶ないです。もうフラフラです。いやでもめっちゃ楽しかった。本当ね、サーフィンしかしてなくて、もうオンリーサーフィン。
う最高ですよ。というわけで宿に帰ってきました。ちょっとホテル紹介するね。じゃーん、ここがメインの棟になるのかな。2階3階つながってて、なんていうのかな、メゾネットみたいになってるんだけど、一番左の部屋に私は寝泊まりしております。で正面にプールがありまして、本当にね、でも緑がすごい綺麗でさ、ほらお花もあってめっちゃ可愛いの。こんな感じ。あとあっちの方にあれもあったよね、なんかちょっと平屋みたいな。あるある。平屋もあったし、であそこが朝ごはんとか食べてるレストラン。ちょっとあそこにビールを取りに行きたいと思います。Good, eh? Nuggets? Yeah. Reiki Pink. Rick again. Oh, best to work out again. Again? Yeah. Tomorrow, 6 o'clock. 6 o'clock. Yeah. Nangas again. Yeah. Early will be good. Maybe high tide. Sometimes too fat. But very long. I think Marina will enjoy. Nanga is my favourite wave because long spread out, take off point, take off point, take off point. Where Lecky Peak, only one take off peak, like here. Bang bang. Well done, congratulations. Yeah. 今のはここのバスなんだけど、マイク本当ね愉快で面白いよね。ギークアウトの人に英語喋れるかなんちゃんって言われて「いや私喋れないです」って言ったら「いや英語しか通じないから」って言われてたんだけど、でもすっごいね今みたいに優しくスローリーに英語喋ってくれるから、私でも分かる。でちょっと分かんないなと思ったら違う表現ですっごいゆっくり喋ってくれるから、英語喋れないっていう方でもね全然安心です。私も喋れないんで。でもハートでなんとかいけばさ「イエイイエイ!」って言ってれば伝わるから、なんかこう伝えようとするとすごい汲み取ってくれるし、はい、素晴らしいです。てなわけでじゃあお疲れ様です。はい、どうもどうも。ほんとさ、サーフィンしかしてない。でもなんかもう私さ疲れちゃって多分あとさ病み上がりだからさ体が重くてさあかんですね。でも本当に治ってよかった。今スンバーの前にバリに行ってたって言ったと思うんですけど、バリも今回ブキットっていうウルワチとかがある下の方のエリアに泊まったのね。だから全然日本人いなくて、マジでいなかったよね。全然日本人に会ってなくて、でこのスンバーもマジで外国の人しかいなくて、なんかほんとね異世界みたいな感じで、結構さバリのクタとか中心街に行くとめっちゃ日本人いるんですけど、もういい波しかないっていうサーフジャングルに来たっていう感じで最高です。ウェーブマグネット。ウェーブマブエネットですね。絶対波ある。結構さ波しかないみたいな感じの環境なんだけど、でも整ってるよね。なんか電波もいいし、ご飯屋さんも全部美味しいし、あとコンビニもすごい綺麗なサークル J っていうコンビニがあるし、もうマジで全てが整ってる。ほんと最高です。もう明日がねラストデーなの。明日サーフィン最後して夜明け車で出発して、またちょっと一回バリに戻ってって感じなんで、なんか寂しいね。まだ4日あるって最初は思ったのに、まあ、とりあえずちょっとしみじみビール飲んで、はい、しみじみしたいと思います。最高です。やばいんだけどにしてもマジでいい波だったな。